何時リンリンごきげんよう、リンです。いつもありがとうございます。ディズニーヴィランズの魅力を紹介するピックアップヴィランズ。今回はディズニー映画白雪姫のヴィラン、美しき女王、クイーングリムヒルデを紹介します。変身にゃっとレディーリンです。今回は私がナビゲートいたします。クイーングリムヒルデ、いつも魔法の鏡にこの世で一番美しいものは誰と尋ね、1位に君臨し続けた女王。この世で一番美しいのは誰？それはあなた様です。そのやりとりに満足そうにするのでした。しかしある日、魔法の鏡はいつもと違う答えを女王に告げます。この世で一番美しいのは白雪姫です。と。映画の中では女王は白雪姫のママ母にあたりますが、白雪姫が自分よりも美しくなることを恐れ、わざとボロを着せてお城で働かせていたのでした。白雪姫が一番美しい。それを聞いた女王は嫉妬に燃え、白雪姫を排除しようと自分の持てる魔力を使って老婆に変身し、毒リンゴを食べさせるのです。美しき姿の女王と白雪姫は映画の中でツーショットを飾るシーンが実はありません。女王が老婆に変身した時に初めて白雪姫と会話を交わし、一緒にスクリーンを飾ります。この表現にはなぜ女王が白雪姫に敗北したのかが明確に描かれていると考えています。嫉妬に燃え、相手を貶めようとする醜い心と純粋無垢で優しい温かな心、その2つの対比であり、女王が持っていなかった美しさ、それを白雪姫は持っていたというメッセージとも取れます。ディズニー作品はこういう細かい表現も見どころです。そんな女王グリムヒルデ、さすが実力派のヴィランです。2003年に発表されたアメリカ映画100年のヒーローとヴィランベスト100では見事に10位にランクインしている実力者。さすが努力を怠らず、美しさで1位に君臨し続けただけあります。そんな女王の名前ですが、いろんな呼ばれ方をしています。私リンはグリムヒルデと呼んでいますが、これはディズニー出版の図書みんなが知らないシリーズなどからの呼び名です。その他ディズニードラマディセンタントなどではイービルクイーンと呼ばれたり、他にはウィックドクイーンなどいろんな呼び方があります。図書みんなが知らないシリーズではグリムヒルデでしたが、コミックやその他の図書ではクイーングリムヒルドと呼ばれているものもあります。本当にたくさんの名前を持っていますね。実は他にもあってウィックドウィッチとも呼ばれています。厳密にはグリムヒルドが古くからの名前ですが、様々な呼び方が出てきて今やどれも正解となっています。個人的には呼びやすい名前で呼んでいいと思います。さて皆様、ちょっと名前に法則があるの分かりますか？イービルクイーン、ウィックドクイーン、クイーングリムヒルデ、クイーングリムヒルド、そしてウィックドウィッチ。美しき女王は白雪姫を騙すために醜き老婆の魔女に変身します。イービルクイーン、ウィックドクイーン、クイーングリムヒルデ、クイーングリムヒルド。これらは美しき女王の姿の時の呼び名です。ウィックドウィッチが変身後の醜き老婆の時の呼び名です。これは覚えておくとちょっと通な感じがしますね。本当に名前が多いヴィランですね。いろいろな世代の作品に多く出演し、その時に合った名前で呼ばれてきたんですね。長い歴史を感じさせ、伝統ある不動のディズニーヴィランズであることを感じさせられます。美しさだけでなく、残酷で毒々しいクイーン、魔法でファンタジーの世界に連れて行ってくれる存在、そして同時にとても感情的であり、嫉妬という人類誰もが抱くであろうヴィランの心の象徴とも言える存在です。私たちはもうクイーングリムヒルデの魅惑の魔法にかかっているのかもしれません。クイーングリムヒルデこそディズニーヴィランズの代表格と言っても過言ではないでしょう。ちなみに女王の玉座にはクジャクがモチーフとされた彫刻があしらわれていますが、クジャクは古くから神の使いとされており、美の化身ともされています。自分の美しさにふさわしいとクイーングリムヒルデは思っているそうです。クジャクは毒蛇や毒虫を食べるので、毒への関連性もありそうですね。では私の変身はこの辺で。
魔力が続くようにまだまだ修行中です。いかがでしたでしょうか？少しでもディズニーヴィランズの魅力が伝わりましたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。何時りんりんごきげんよう。じゃあね。